読んだ本の内容って忘れちゃうよね。月に5冊も読んでるのに身についてる気がしないんだよね。こんなことを思ってる方に見ていただきたいです。こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物と紹介本はこちらです。この動画では登場人物の悩みに対してこの本に書かれている重要な3つのポイントを適用して登場人物の悩みを解決していく動画です。皆さんもこの登場人物になりきって考えてみてください。今回ご紹介するのは樺沢紫音さんが書いたアウトプット大全という本です。皆さんは本を読むのが好きでしょうか？漫画、小説、ハウツー本とかいろんな本がありますよね。私は昔とにかく活字が嫌いだったのであまり本を読まなかったんですよね。あまりにも読まなかったので高校生の時のテストで内容が全然わからなくてそこから焦って本を読むようになったんです。本を読む目的って人それぞれですよね。例えば、ハウツー本であれば、料理の方法が知りたいとか、プログラムを習得するために何をしたらいいのか知りたいとか、そういうことなんじゃないでしょうか。小説で言えば登場人物になっていろいろなスリルを味わいたいとか、現実では味わえない世界を体験したいとか、そういうことがありますよね。これらの目的は様々なんですけど、読んだ後ってその本の情報を活用したいですよね。ハウツー本だったらその本の情報をいつでも応用できるようにしたいですし、小説であればどんな登場人物が出てきて、どんな展開になるかを友達とかに話したくなりますよね。これらに必要なのは本の内容を記憶することですよね。しかし多くの人がその時は内容を覚えていても後で本の内容を忘れてしまうんですよね。これってすごくもったいないことだと思いませんか？この本ではそんな忘れっぽい私たちに対して記憶をするためのアドバイスをくれるんですよね。どうやって記憶するんだっていうと、この本のタイトルにもある通り、アウトプットがヒントになっております。今から紹介する登場人物は、読んだ本をすぐに忘れてしまうことに悩んでいる方なんです。登場人物を紹介いたします。俊介さん25歳、営業職、新卒1年目の方です。もともと読書が苦手で、学生時代はあまり本を読んでこなかったんですけど、社会人になってから教養を身につけたいと思い、読書に挑戦しているんですね。自己啓発、ビジネス書、文学作品など、ジャンルを問わず本を読んでいるんです。しかし、知識が身についている実感がなく、頭に残ってないように感じることが悩みなんだそうです。月に本を5冊読むことを目標にしているので、本を読み終わるとすぐに次の本を探してるんですね。そこで俊介さんの目的を読書で学んだことをしっかりと活かしたいに設定いたしました。この本の重要な3つのポイントを俊介さんの悩みに当てはめていき、どうしたら俊介さんの悩みが解決し、目的を達成できるのかということについてこれから説明していきたいと思います。一つ目のポイントは、読書は書きながら読むということなんですね。この本では、日本人はインプットするんだけど、アウトプットするのが少ないというふうに言ってるんですよ。割合としては7対3なんだそうです。そして理想的なのは、この割合を3対7にすることなんだそうです。このポイントで言ってるように、この書くというのはまさにアウトプットになるんですね。皆さんも本にアンダーラインを引いたことがあるのではないでしょうか。私もよく本を読むときにアンダーラインを引くんですけど、読んでいるうちにアンダーラインばかりになってしまって、どれが大切なんだっていうことを皆さんも経験あると思うんですよね。この本ではこう言ってます。アンダーラインを引くのはあなたの気づきの部分にしてくださいということなんですね。例えば、ああ、そうかとか、これは初めて知ったなとか、この情報はすごいじゃんとか、そういう部分にアンダーラインを引くといいそうなんです。こういう感情になった時って脳が活性化しているので記憶が定着しやすいんです。こういう貴重な感情を見逃さないようにするためにアンダーラインを引くんですね。そして気づいたことがあったら本の中にメモをしてください。本を読むだけだと意味記憶っていうものだけしかないので、記憶の定着がしづらいんですね。しかしこのメモをするというのは手を動かしますよね。これは運動性記憶というものなので、記憶が定着しやすいんです。また、アンダーラインを引いた部分にメモをするっていうのも有効ですよね。
私はよくアンダーラインを引いてその部分に初めて知ったとか、これは使えるとか、そういうことを書いてます。このようにセットで書いておけば、またその本の内容をパラパラと見返したときに、その感情を呼び戻してくれて、記憶の定着を助けてくれるので、これはぜひやってみていただければというふうに思います。二つ目のポイントは、読んだ情報を書き出すです。一つ目のポイントでお話ししたように、アンダーラインしたり、メモしたりっていうのでもアウトプットになるんですけど、その本の全体的な内容を整理するためには、やはり書き出す必要があるんですね。いつ頃書き出した方がいいかというと、2、3日以内がいいそうです。それ以上経つと本の内容を忘れてしまうので、効率が悪くなってしまうということなんですね。小説であれば内容のあらすじ、気づき、感想、面白かった点など、そういうのを一枚にまとめていくといいと思います。一つにまとめる際にはパソコンのメモ帳を使うのでもいいですよね。もしくは手書きにしてイラストをつけたりすると、より一層記憶が定着しそうですよね。ハウツー本であれば少しやり方も変わってきます。私の場合はマインドマップを使って必要な内容の技術を整理しています。こうしておけば、どのカテゴリーに何が書いてあるのかを一目で確認することができるんですよね。マインドマップは基本的に無料ですし、年々使いやすくなってきているので、すごくおすすめです。3つ目のポイントは、フィードバックを得るです。この本でも言ってるんですけど、アウトプットだけではまだ満足してはいけないということなんですよね。その後にフィードバックをすると、記憶の定着をさらに高めてくれるということなんです。フィードバックって誰かにまとめた内容を見せること、なんか恥ずかしいなって思うかもしれませんが、一度やってしまえば結構慣れるものです。それでも直接話すのがちょっと恥ずかしいなと思う方は、一人で簡単にフィードバックを得る方法として、ズバリ作った感想とか内容をまとめたものをインスタグラムに載せるというのがいいです。私もこのチャンネルが本に関することなので、まとめた内容をインスタグラムに載せてます。本好きな方が多いので、皆さんは本の表紙を載せてコメント欄に感想を書いたりしていますね。今まで批判的なコメントは、見たことがありませんので、あまり怖がることはないと思います。むしろいいねをもらえたり、ポジティブなコメントをもらえたりして嬉しいことの方が多いですね。こういう発信をしてみると、もっと良くするためにはどうしたらいいんだろうかっていうふうに考えるようになるので、内容の見返しとか、次の発信に向けての改善とかを積極的にするようになるんですよ。これがまさにフィードバックということなんですね。しかも、こういった内容を見返したりすることで、繰り返し内容を見ることになるので、これが記憶の定着になるんですよ。この本では2週間に3回記憶することを繰り返すと定着するというふうに言っております。なので、本を読む、内容を整理する、フィードバックを得る、またその後に内容を見直すとか、そういうことをやってると、これ3回ぐらいは繰り返していることになるので、記憶に定着されやすくなるということなんです。また、一人でフィードバックをすることができるようになった人や、人に見せても別に恥ずかしくないという方は、アウトプットしたことを友達や家族などに紹介して、直接フィードバックをもらうといいと思います。そうすると、分かりやすいとか、この部分はもう少しこうした方がいいというフィードバックを直接もらえるので、これはとてもいい刺激になります。ただし、こういったフィードバックに対して批判をしないようにしてください。これは聞き手が直接そう感じたことなので、ものすごい貴重な情報なんですよね。真摯に受け止めることで、次のアウトプットに活かしていくといいと思います。はい、なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか？今は SNS とか YouTube とかいろいろなものがあるので、良質な情報を簡単にインプットできる時代なんですよね。本についても、この本みたいにすごくためになる本とか、面白い小説とか漫画とかいろいろありますよね。こういう情報をインプットするのは人生を豊かにするためにとても大切なことなんです。そしてさらに人生を豊かにするためにはアウトプットが大切なんですね。アウトプットは自分からやるので、エネルギーがインプットよりも大きいんです。そして繰り返しアウトプットすることで、それは自分の財産になるんです。皆さんもぜひアウトプットを増やしていき、人生をもっと豊かにしてもらえればと思います。今回の動画でアウトプットのやり方が少しでも分かったという方は、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。
皆さんが登場人物と同じ悩みを抱えてしまったとき、このチャンネルの動画がきっかけで解決のヒントにしてもらえるのが私にとって何よりの喜びでございます。ぜひチャンネル登録をしていただいて、いつでも見られるようにしていただけるとお役に立てると思います。それではまた会いましょう。